映画首の感想を述べてみたいと思います。どのような人におすすめの映画かというと、ビートたけし、北野武さんの映画が好きな人、そして黒澤明の映画が好きっていう人にはハマる映画だと思いますし、そうじゃないとあまりハマるものでもないような気がします。個人的にはすごく好きでした。そして映画館の大きなスクリーン、大きな音量、サラウンドを見るべき映画だと思いました。この映画の構成みたいなものを大きくまとめると、僕自身が気に入ったポイント、構図みたいなのがこのようになっていました。一つが侍のラブストーリー。そしてもう一つは心理戦でした。そしてキャラクターがものすごく何十人も登場して、シーンもすごい分かれていて、ストーリーもメインが一つというよりは、一つのタイムライン上にいろんなキャラクターの動きがあって複雑に絡み合っていくというのがこの映画でした。そしてこの二つのトライアングルなんですけれど、まず4人というのが悪魔とハゲと愚か者と猿が出てきました。そしてこっちの方はサムライラブストーリーで、こっちの方は殺し合いの心理戦でした。このハゲと愚か者は両思い。で、それで悪魔はどっちも好きというなっていて、で、それである意味恋愛関係のこじれからハゲと悪魔が戦うようになり、そしてそれに乗じて猿が両方打ち取ってやろうというような恋愛と戦い、殺し合いが複雑に組み合わさっているというような映画でした。感想としてすごい良かったなって思う部分と、ここちょっと微妙に感じながら見てしまっていたなっていう点がありました。良かった点から、まずこの戦争シーンですね。戦シーン。黒澤明のランっていう映画のように、大人数がわーっと人の群れのような動いていくっていうような、そういうシーンがやっぱりすごいお金がかかるんでしょうね。なかなかあまり見れないものですし、その CG ばっかりでなっているっていうのも、見ててそんなにエキサイトしない感じはあるんですけど、これはすごい人がガーッと動いている感じがあって、そこっていうのは今の CG いっぱいのハリウッド映画っていうのよりオールドファッションな昔の黒沢映画っていうような、そういうような往年の映画の良さみたいな感じが出ていて、それがすごくかえって今は新鮮なように感じてすごくいいと思いました。二つ目は暴力シーン、痛みがあるようなシーンですね。これは北の映画のヤクザ映画、いつも出るこれは痛いっていうような歯医者のギュイーンってやれるドリルを口ガーってやられるみたいな、そういうのが以前の映画であったりしたんですけど、そういうようなハリウッドゾンビ映画の大味バイオレンスじゃなく、陰湿なすごい痛そうなやつ、すごい北の映画の特にヤクザものっていうのですごく印象的なシーンですけれど、今回は口の中に小刀を入れられてグリグリされるっていうシーンと、あと箱の中に人が入っていて、もうその中の人の状態はよくわからないままに崖から下ろされていくっていう、すごい静かなんだけれど壮絶なことをやっているっていうのがコミカルな感じにも描かれたりしながらなっているのがとても印象的でした。すごい印象に残るし、他の映画ではあまり見ないから、ハリウッドの残酷な感じみたいなのっていうのとは違うテイストで、すごい面白い映画として面白いものだと思いました。もちろんすごい痛そうだったり不快なんですけど、その不快さっていうのがすごい表現されていて、そこが特徴であり長所であると思いました。で、次は音楽。BGM としてすごい良かったと思いました。ものすごい主張しまくるとかそういうのでもないんですけれど、
なんか感動するとこガーッと盛り上げるとかっていうのより、すごい映像と調和していて、それでいて、やっぱり映画館で見る大作映画というような感じの雰囲気をよく調和させながら盛り上げていくっていうような。だからこそ映画館で見ると大音量で、サラウンドで聴けるっていうのが、それがすごいいい点だと思うので、ぜひ劇場で見れるうちは見ていただきたいなと思うような、そんな映画でした。良かった点の4つ目、サブストーリーですね。ものすごいいっぱいキャラクターが出てきて、もう誰が誰なんだかよくわかんないような感じにもなってくるんですけれど、それぐらい複雑というか、いろんなストーリーがあるって、いろんな視点があり、誰が主人公かっていうのも一つだけじゃないような、そんな話だったので、だからこそその原作の小説があるんですけれど、それは僕はまだ読んだことないんですけれど、読んでみたいなと思いました。それでその中では、この映画の中では多分全部は描かれてなくて、ちょっとずつ省略されながら描かれているのが、文章だったらどう描かれているのかなというのも気になるポイントだったので、本も買ってみたいなと思いました。そして5つ目はコメディシーンみたいなところですね。いろんなちょっとしたコメディシーンがあるんですけれど、一番印象に残ったのが切腹腹切りシーンのコメディシーンでしたね。切腹をしているっていうのを遠くから望遠鏡で見ながら早くやれよみたいな感じに、緊張してる遠くの切腹シーンと離れたところで見てて、もう早く済ましちまえっていうような、そういうような言ってるところのシーンっていうのが、視点によりものすごく変わっていくっていうのが、それがすごく面白かったし、なんかすごい印象に残ったシーンでした。そして、今度、ちょっと微妙だなって思った点があったのは、アクションシーンで、なんか急にワイヤーアクションがピョーンって入って、なんかジャンプして、術着するみたいな。なんか、これは、なんか、ちょっとよくわかんなかった、浮き出ていたっていうか、浮いていたシーンな感じがしましたね。これは、そういうのも入れた方がいいだろうっていうのがありつつも、かっこいいシーンとはなんなかったっていうような感じなのかなっていう印象で思ってしまいました。もっとすごいスタントマンみたいな人が、そのシーン、そのポジションに配役されていて、すごいチャンバラアクションみたいなあっても、それはそれでよかったのかなっていうような気がしてしまいました。二つ目は、キム兄さんの忍者のトークのセリフのところですね。なんか、じっくり聞かせるようにちょっと尺が長いっていう感じがしてしまっていて、なんか全体の中でそのシーンだけ若干止まってみるっていうような、他はスッスッスッって流れていくのに、ちょっと説明っぽかったり、間がゆっくり過ぎたり、なんか長かったりっていうような気がしました。説明文っていうような感じになってるような気がして、なんかここがちょっとサクッとタイトに言ってた方がなんかテンポがいいような感じがして、止まってるような感じがしながらなんか見ていた、そういう感想がありました。あと、別に悪いとかではないんですけど、なんか、音楽と舞がある、ちょっとワンシーンがあるんですけど、そこが、なんかものすごく盛り上がれそうなシチュエーションというか、その音楽だったりで、ちょっと、ある意味、安易なキャッチーさみたいなシーンも入れても、なんか楽しかったんじゃないかなっていうような、すごい渋い、それこそ黒沢明の、なんか笛を吹いているシーンみたいな、そんな感じのオールドファッションジャパニーズムービーみたいな感じが渋すぎるっていうように多くの人には思われるんじゃないかなというような気がしました。そして、あと最後にあったのは、ものすごく多くの人物がいろんなことをやってるので、この映画が2時間半でちょっと長いなっていうようなのが、まず見る前からの印象だったんですけれど、それでも収まりきってないような、そういう印象がありました。これが、例えば1時間半の映画が3本っ
っていうぐらいだったら多分収まるぐらいな、そういう分量をギュッとして2時間半に収めたような、そんぐらいなボリュームというかストーリーがものすごく多すぎたっていうような感じがありました。だから、それこそ北の映画ファンっていうのが入ってないと結構厳しくなってしまうんじゃないかなっていうような、そういう印象がありました。でそれでいて黒沢映画ファンっていうような長めだったり壮大なストーリーっていうのに興味があるっていう人じゃないと、なんか例えばスパイダーマン見た後にこれを見るとちょっと毛色が違いすぎるなっていうような感じになってしまうのが、そういう人が多いような、そういう印象でした。でも映画館で見るのはものすごくおすすめな映画で、本当に見に行ってよかったなと思います。これが、例えば、このスマホだったりタブレットで見るっていうのだと、多分全然良さっていうのが半減してしまうだろうし、映画館で見れる北の映画っていうのはかなり貴重な気がするので、ぜひ劇場で見ていただけるといい記念というか記憶になるんじゃないかなと思いました。あと、これで思ったのは、首っていうのが、その侍の亡くなり方って首を落とされるっていうのがものすごく出てくるんですけど、それと対比するのが切腹で、それでこの首を落とすっていうのは、その首を落とした人がそれを持っていくと褒美を得られて昇進する、侍になっていく、侍の大将になっていくっていうようなものなんですけど、その上がれば上がるほど今度は首を落とされる側になっていって、でまた首を落とされて、でそして首を落とした平民侍がどんどん上り詰めていくと、今度また首を落とされる側になるって、こうループになってるような、そういう構造があるような気がしました。それではぜひ映画首を見てみてください。